はい、どうもです。今回はですね、こちら、石垣鯛と一文字ブダイっていう食材ですね。ということで、まずはおかけ映像からご覧ください。海底に大きな魚群が見えます。もしかすると群れを狙った巨大魚がいるかもしれません。早速潜っていきましょう。水深は10メーターほど。とりあえず海底まで沈んでみます。群れをなしている魚の正体は台湾カマス。小魚に見えますが、どれも30センチぐらいの大きさでしょう。水中銃でもギリギリ取れそうなサイズ。狙ってみますか。やっぱ当たらなそうだったんでやめときました。マサルが何か見つけたようです。潜行開始。魚を脅かさないようになるべく動かずに近づいていきます。ヒット。それではマサル視点も見てみましょう。背後から近寄ってヒット。こちらは一文字ブダイ。島に一番たくさんいるブダイですね。さて、脳天締めをして血抜きをしていきます。それでは本日のメイン食材を狙っていきましょう。いました。限界まで近寄っていきます。ヒット。マサル視点も見てみましょう。近づいてきたところをヒット。石垣鯛は好奇心旺盛な魚。自分から人間に近づいてきます。もちろんマサルは容赦しません。ラインが岩に絡んだので一旦浮上。息を整えます。それでは回収していきましょう。いました。岩からラインを引き剥がします。俺は釣りしないんでわかんないんですけど、多分釣りで石垣鯛釣り上げた時は水中の中ではこうなってると思うんですけど、どうやって陸に上げてるんですか？思いっきり引っ張ってるんですかね？不思議ですよね。今日は傷がつかないように内側から脳天締め、そして血抜きをしていきます。 1.5 キロほどの綺麗な石垣鯛です。さて、それでは陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで戻ってきたんですけども、本当はね、石垣鯛だけやるつもりだったんですけども、ちょっと一文字ブダイがね、売れ残ったということで、一文字ブダイもね、さばいていこうかなと思います。ということで、早速、観察していきましょう。はい、こちらが石垣鯛ですね。石垣鯛ですね、大きくなると口元が白くなるんですけど、ちょっとだけ口元白くなり始めてる感じありますね。この口が白い個体を口白とか言ったりするんですけど、口白くなり始めですね、こいつは。で、さらにね、大きくなって、4キロ、5キロとかになると、この石垣模様も消えて、口が白くて、体は黒い個体になるんですよ。で、ちなみにこいつは 1.6 キロでした。で、次、こちらが一文字ブダイですね。ここにね、こういう、漢字の1みたいなラインが入ってるから一文字ブダイっていう名前なんですけども、オスはですね、こんな感じの青色、メスは茶色っぽい色をしてます。でですね、ブダイの中ではですね、一番警戒心が低い魚で、元もね、取れやすいブダイになっているんですけども、ちょっとだけ匂いがあるんで値段が安いですね。ということで、今日はですね、石垣鯛の塩釜焼き、こちらをね、作っていこうかなと思います。で、一文字ブダイはですね、今回さばいて、柵の状態にしてね、人にあげようかなと思います。ということでですね、早速、調理していきましょう。さて、石垣鯛の鱗を落としていきましょう。塩釜焼きはもう1年ぶりぐらいですかね。久しぶりにやります。
石垣鯛はね、比較的鱗が取りづらい、結構ね、皮とね、くっついてる魚なんですけど、この鱗取りだとね、結構取りやすいですね。ちょっと他の鱗取りでやってみようかな。取りづらいってのはわかると思う。ほら、何回もやんないと取れないんですよ。でもこれ相性なんですけど、この鱗取りがいいっていうよりは、石垣鯛の鱗はこれだと取りやすいですね。すごく取りやすい。今日はね、塩釜焼きなんで、頭の方までしっかり落としておきましょう。オッケー。次、一文字部台。はい、それでは綺麗になったところでですね、まずは一文字部台から処理していきましょう。部台はですね、漏れなく下痢が入ってるんで、お腹の中を傷つけないようにしながらいきましょう。おっと、出てきましたね。おー。傷つけないようにしながらね。いきましょうか。はい、傷つけました。申し訳ありません。こんな感じでね、ブダイはサンゴを食べてるんで、この下痢状の内臓をしてるんですよね。はい、それでは頭を落としていきましょう。で、反対側も落としていきます。オッケー。白子がついてますね。ブダイの白子、初めて見ました。浮き袋をちょっとね、傷つけて、で、この血合いにも傷を入れまして、洗い流していきます。はい、それでは綺麗にしたら三枚おろししていきましょう。こんぐらいのサイズは一番おろしやすいですよね。危ねえ。ではおろしていきます。でまず皮に切り込みを入れて、背骨まで入れていきます。反対側もOK です。で、反対側行きましょう。皮に切り込みを入れて、で、背骨を目指します。で、背骨まで入ったら、こう、尻尾のところに切り込みを入れて、反対側を、もう同じで、皮を切り込みを入れて、で、これギコギコしましょう。なんかちょっとテコの原理みたいな感じで、こうやって、包丁入れると切れます。OK。それではね、腹骨をすいて、で、こっち側も腹骨すいていきましょう。でもちっちゃい魚だと骨も柔らかくてやりやすいですね。で、ここまで来たらピチットシートでくるみます。ピチットシートはね、脱水作用があるんですよ。余分な水分を抜いてくれます。ピチットシートでくるみます。でこの状態で人に配ります。さて、一文字部台が終わったところで本命の石垣鯛いきましょう。塩釜焼きはですね、石垣鯛丸まんま使うんで、いつもとは違ってこの辺に包丁を入れて内臓を出していきましょうかね。さて、お腹の中どうなってるでしょう。おー、内臓脂肪めっちゃ乗ってるじゃん。まだこの時期でも乗ってるんですね。いつ動画が出てるかはわかんないんですけども、今撮影してる時期はね、5月ですね。結構内臓脂肪乗ってます。これはね、期待できるんじゃないでしょうか。この緑のが胆のうです。潰すと緑色になるやつですね。で、この赤いのが脾臓ですね。この白っぽいのが卵ですね。ここから夏場に向けて卵に栄養がいって産卵するんでしょうね。うわ、肝臓すごい色してるぞ。見てよ。これ、すごいな。出演者の肺みたいな色してる。ちなみにシガテラはですね、肝臓を食べると当たりやすいんで、食べない方がいいです。石垣鯛はですね、シガテラに当たりやすい魚として、有名な魚なんでね、あんまり大きい個体は食べない方がいいです。さて、エラを抜いていきましょう。エラはですね、この上と下の2点、プラス、こう膜で繋がってるんで、切ってあげると取り除けます。反対側もやってあげましょう。エラと、膜、ほんで下。で、あとはね、手で取れます。はい。これがエラですね。ちなみにですね、熟成するときにエラを取ったりするのは、エラがね、一番細菌が多い場所だからなんですよ。やっぱり海水をもろに受けて、で、ここでね、酸素を吸収してるんで、めちゃくちゃ不衛生なんですよね。つまりね、一番腐りやすい場所で、匂いの強い場所なんですよ。じゃあですね、ちょっと見えづらいとは思うんですけども、ここ、血合いに傷を入れて、じゃあササラで洗い流していきます。血もね、やっぱり匂いがあるんで、なるべく落とした方がいいですね。
はい、それではですね、下処理が終わったところで、塩釜焼きを作っていきましょうか。いやー、久しぶりだね。用意するものはですね、意外とシンプルです。卵白と塩だけです。ここにね、例えば昆布だったりとか、香草だったりとかを入れてもね、またね、変わった味になったりとかもするんですけども、今回シンプルに卵白と塩でいきましょう。卵白。あ、ミスった。こっちだ。で、この卵白をね、混ぜていきます。ちなみに魚と昆布が相性がいい理由はですね、魚の旨味成分はね、イノシン酸で、昆布の旨味成分はグルタミン酸っていうものなんですけども、この2種類の旨味成分が合わさると、ただの足し算ではなく、旨味の掛け算のような状態が生まれて、つまり旨味が爆発するんですよ。科学的にもですね、魚と昆布はね、相性がいいんですよ。もちろん魚の旨味成分はイノシン酸だけではないんですけどもね、メインはイノシン酸っていう感じなんですよ。泡立て泡立ちました。それではですね、この卵白と塩を合わせていきます。卵白はつなぎですね。塩だけだとバラバラになっちゃうんで、それを防ぐために卵白って感じです。結構贅沢な料理ですよね。この塩も卵白も食べないわけですからね。はい、それでは合わせていきましょう。ヘラがないんだよな。はい。では今日はね、鉄板を用意しました。やっていきますか。まずね、魚の下に敷いていくんですよ。あ、これは足りないな。もう一発作んなきゃな。魚を置く場所に敷いていくんですよ。こんな感じで。でかいな。相当でかいな。ギリギリのサイズ感。はい。それでは、反対側もね、つけていきましょう。これね、覆うんですよ。よし、いいでしょう。終わりました。はい。じゃあね、火をつけに行きましょうか。はい、それじゃあね、薪を割っていきましょうか。いきまーす。よいしょ。はい、そんじゃあね、割った薪を入れていきましょう。よーし、じゃあ火つけていこう。はい、火がついてきました。ほんじゃ網をセットしまして、で、塩釜をセット。じゃあね、30分ぐらい待っていきましょうか。はい、それでは、めっちゃ響くな、ここ。ちょっと外出ようか。はい、ちょっと移動しました。ということでね、30分経ったんで、塩釜焼き割っていこうかなと思います。いい感じにできてますよ。よし、割っていきましょう。この辺に落ちてる石でいいよ。ほっ。いいですね。お、めっちゃいい匂い。あぷー。うわー。うわ。これはもう、やばいでしょ。うわー。なるほどね。で、湯気が立ってますよ。食べてみましょうか。これはうまいぞ。ちょっとね、待ってる間暇だったんで、チューハイ3本ぐらい飲んだんですけど、ちょっと、酔ってる感出てたら申し訳ないです。これはうまいぞ、絶対。いただきます。これはうまいぞ。甘っ。うわぁ。うまっ。このお腹の辺もね、ちょっと食べてみましょうか。ちょっと腹骨があるとは思うんですけど。めちゃくちゃうまい。なんだろうな。やっぱり塩で囲われてるんで、塩の方に臭みが溶け出すのかな。で、多分、そのおかげですごい臭みも少なくて、で、塩味もちょうどいい。塩辛くもないし、適度に味がある。やっぱり塩で覆ってるから、水があんまり蒸発していかないんだと思うんですよ。そのおかげで、身がね、ふわふわ。めちゃくちゃ美味しいです。これは先が進みますわ。はい、それではごちそうさまでした。いや、塩釜焼きということでですね、手間な料理ではあるんですけども、塩焼きとは全然違った感じで、最高に美味しいですね。あとやっぱ石垣台がやっぱ塩焼きに合う密室をしてるなっていうのをね、今回改めて思いましたね。ということで、これからね、ちょっと飲みながら石垣台をね、しばらく楽しんでいこうかなと思います。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。